ナンバー29、眠れる資源の再起動。 ATX 電源をラボ用低電圧電源へ転生させる。いろは電子工作所第29回の報告です。スクラップ&ビルドの真髄とは既存の価値を再定義することにあります。今回私が倉庫の奥底から救い出したのは、数年間静かに埃を被っていた古い PC 用 ATX 電源 DR8360BTX です。かつては高性能な PC の心臓部として働いていたこのデバイスも、規格が古くなれば世間ではゴミとみなされるかもしれません。しかしエンジニアの視点で見れば、これは 350W という莫大な供給能力を持つ極めて優秀な電力インフラの原石なのです。まずこの眠れる巨人が今もなお健全であるかを確認する起動の儀を執り行います。 ATX 電源は単にコンセントにつないだだけでは沈黙を守ったままです。マザーボードからの起動信号を待機しているためです。この信号を疑似的に再現するため、24ピンコネクタの緑の線 PS オンを黒の GND へ短絡させます。ワイヤストリッパーで太めのジャンパ線を作成し、コネクタへ挿入。スイッチを入れた瞬間、ファンが静かに、しかし力強く回り始めました。この電源ユニットはまだ戦えると、そう確信した瞬間です。続いて各系統の出力電圧を精密に測定します。 PC 電源が持つ黄色、赤、オレンジの3系統は電子工作において極めて重要な電圧を担っています。テスターの数値を確認しましょう。黄色は 12.28V、赤は 5.12V、オレンジは 3.34V。 経年劣化を感じさせない驚くほど安定した数値です。12V は車の電装品整備や大型モーターに、5V は Arduino や Xiao のロジック電源に、そして 3.3V は繊細な各種センサー類の駆動に。これ1台でラボに必要な基礎電圧のすべてを賄える計算になります。ここからはより実践的な外科手術へと移行します。筐体を開けると数年分のホコリが堆積していました。これを丁寧に清掃し、コンデンサの状態を目視で確認します。次に着手するのは配線の断捨離れです。PC 用電源には SATA や PCIe 用など、今の私たちには不要な配線の束がタコの足のように絡みついています。これらは冷却効率を下げ、ショートのリスクを増大させるだけです。必要な4色の配線を各1本ずつ残し、残りは全て根元から思い切りよくカットしていきます。ここで最も重要なのは絶縁の徹底です。切断した断面をビニールテープで確実に処理し、筐体内での短絡を物理的に封殺します。ドローン開発において電源周りのミスは文字通り致命傷になりかねません。最終的に厳選された黒、黄色、赤、オレンジの4本を電装用コネクタで丁寧にかしめました。改めて電圧を確認します。黄色 12.28V、赤 5.11V、オレンジ 3.35V。 当初の測定値と遜色ありません。完璧な転生の完了です。しかしエンジニアとしての探求心はここで止まりません。このままでも強力な電源ですが、現状の仕様では固定電圧を出力するのみ。例えば現在の開発機が必要とする 2S バッテリー相当の 8V やより微細な電圧調整には対応できません。次回、この転生した ATX 電源に前回紹介した小高圧コンバータ ZK4KX を統合します。安定した大電力と自由自在な可変電圧、2つの力が合わさるとき、私のラボは
真の知能開発拠点へと進化を遂げることになります。それでは、また次回。